本動画は、興味本位の観覧を目的とするものではなく、歴史的な原点資料に基づき、近代日本文学の真相を探求する文学的ドキュメンタリーです。作家の生涯を通じた芸術的昇華のプロセスをたどるものであり、特定の行為を推奨したり、賛美する意図は一切ありません。皆さんは、中央公論という雑誌をご存知でしょうか？現在も発行されている、大変権威のある総合雑誌ですね。明治時代に創刊され、大正時代には政治や純文学を扱う、とてもお堅い雑誌へと成長していました。しかし、そんな真面目な雑誌の中にも、実はちょっとした息抜きの場があったのです。それが明治40年に誕生した前苑というコーナーでした。もともとは雑録と呼ばれていた欄です。このコーナーは堅苦しい論文の合間に掲載される中間読み物の場でした。ジャーナリストや作家たちが社会の風俗や事件、裏社会の様子などを生々しく描いていたのです。いわば権威ある総合雑誌の路地裏ですね。世相の吹き溜まりのような怪しくも魅力的な空間でした。今日はこの前苑に残された記録から教科書には決して載らない文豪たちの人間臭い実像に迫っていきましょう。この中央公論を大正時代に牽引したのが滝田書院という名編集長です。彼の尽力によって雑誌の売り上げは大きく伸びました。そしてこの前苑コーナーにも多くの作家たちがこぞって筆を取るようになったのです。今日注目したいのは大正13年1924年です。この年の前苑では自動車横行時代という特集が組まれました。大正13年といえば前年に関東大震災が起きたばかりです。東京の街は瓦礫の山から立ち直ろうと復興の真っ只中にありました。資材を運ぶための貨物自動車がひっきりなしに行き交っていました。さらに被災した路面電車の代わりに円太郎バスと呼ばれる乗り合い自動車が走り始めました。タクシーの数も急激に増えていった時代です。しかし、当時の道路はまだ舗装されていません。交通ルールも合ってないようなものでした。土ぼこりや泥水を跳ね上げながら、鉄の塊が猛スピードで街を疾走していたのです。人々にとってはまさに脅威だったことでしょう。では、当時の偉大な文豪たちは、この新しいテクノロジーにどう反応したのでしょうか。前苑に寄せられた彼らのエッセイを覗いてみましょう。そこには、現代の車社会から見れば、完全に的外れな予想が書かれています。滑稽なまでの恐怖と、むき出しの怒り。そんな彼らの、とても不器用で泥臭い人間ドラマをお届けします。まずは、詩人であり、小説家でもある、佐藤春夫のエッセイを見てみましょう。タイトルは、都会的恐怖です。彼は、自動車の横暴さに、心の底から怯えていました。そして、このまま自動車が増え続けたらどうなるか、極端な未来予想を展開しています。彼はこう空想しました。いつか、歩行者が車の犠牲となっても仕方がない時代が来るだろう。驚きのネガティブ思考ですね。事故の庭園以外の場所を歩いて通行しなければならないようなものは
もはや人間として認められない。自動車の犠牲になっても、やむを得ない理屈ができてくるはずだ。随分と思い詰めていますね。さらに彼の妄想は暴走します。上海で自動車にひかれた人間が、交通の邪魔をしたとして罰金を取られたという話を例に挙げます。そして、いずれ日本でも歩行者が罰金を取られるようになるかもしれないと危惧します。そのうち、遺族の方が処分料としてお金を徴収されないとも限らない。凄まじいブラックユーモアですね。今の交通法規は絶対的に歩行者が優先です。現代から見れば、完全に的外れなディストピア妄想と言えるでしょう。しかし、当時の彼にとっては、それほどまでに自動車が恐ろしい怪物に見えたのですね。続いては、自然主義文学を代表する作家、徳田秋声です。タイトルは、自動車取り締まりに関する希望。彼は、自動車事故の多さに強く憤っていました。警視庁の統計によると、月に1000件以上の事故が起きていると嘆いています。600人の市民が被害に遭い、17人の犠牲者を出している。これを聞いて、誰が感心しないでおられようか。彼は、自動車の厳重な制限を訴えます。車の台数を制限すること、スピードをもっと遅くすること、急用ではない外出での乗車を禁止すること。ここまではまあ理解できますね。しかし、彼の根本的な解決策は、ちょっと斜め上を言っていました。東京の交通が混雑する原因は、通信機関の不備にある。彼はそう主張したのです。郵便や電報の取り扱いをもっと素早くしろ。そして、大抵の用事は外出せずに済むように、もっと電話を安く、実用的なものにしてほしい。要するに、みんな外に出ないで済むように、電話を普及させろ、というわけです。市民が道路のことばかり気にする代わりに、なぜもっと電話を利用しないのか不思議だ。そう結んでいます。現代の私たちは、一人一台スマートフォンを持っていますよね。いつでもどこでも連絡が取れます。会議だってできます。でも、交通渋滞も事故も完全にはなくなっていません。もし、秋声先生が現代の車社会を見たら、一体どう思うでしょうか。話が違うじゃないかと、また怒り出すかもしれませんね。さて、次にご紹介するのは、近松周光です。彼もまた、並々ならぬ恐怖を綴っています。タイトルは、時代の表彰、自動車の横行。彼は、毎日の外出が、どれほど恐ろしいかを、切々と語ります。玄関に降り立って靴を履きながら、まるで水杯でもして別れていくような不安を抱きながら家を出る。水杯ですよ。二度と生きて帰れないかもしれないという覚悟です。毎日の外出がまるで命がけのようですね。彼は昔の江戸時代の辻斬りや強盗と比べても今の東京の交通状況はひどいと言います。猛獣が牙を向いてうなっているような感じがする。そして社会の自由主義のせいだと嘆くのです。
彼のイライラはついに頂点に達します。偉大なる権力を持つ人が現れて、果断で痛快な改良や統制を実行してくれたらいいのに。なんと、交通マナーの悪さにうんざりして、独裁者を望むような極論に走ってしまいました。神経質な作家の限界ギリギリの精神状態が伝わってきますね。少し気の毒になってしまいます。一方、怒りをむき出しにした作家もいました。日本のアンデルセンとも呼ばれる童話作家の小川未明です。タイトルは、自動車横行に対する階級的実感。童話の優しいイメージからは想像もつかない激しい言葉が並んでいます。彼はぬかるみの中を歩いている時に自動車が泥を跳ね上げていくことに激怒しています。ブルジョワにぬかるみの飛ばしりを頭から浴びされる理由がない。自動車で無産者の命を奪う暴力性は決して過失ばかりとは言えない。まさに階級的な生存権の蹂躙である。階級的蹂躙。すごい言葉ですね。彼は自動車を資本主義の象徴として憎悪しているのです。ある日、彼が一人の青年と一緒に散歩していた時のエピソードが書かれています。狭い道を一台の自動車が群衆を突っ切って走ってきました。すると、その青年は帽子を脱いで振りながら、自動車の前に立ちはだかりました。そして、顔を真っ赤にして怒ったのです。車の中には、男女は悠々と腰掛けていたそうです。未明は、この青年の純粋な憤りを否定できない、と書いています。そして、どうか私の最も愛する者が自動車に惹かれないでほしい。私は正気を保てないだろうから、と祈るのです。ブルジョワへの怒りと、愛する家族を失うかもしれない恐怖。当時の知識人が抱えていた、ヒリヒリするような社会矛盾が垣間見えますね。童話作家の心の奥底にある激しい炎を感じます。ところで、文豪たちは強者に対していつも勝てたわけではありません。雑文家として人気だった生方敏郎のエッセイ、醜い円太郎、危ない貨物には、こんなエピソードが登場します。生方は、今の貨物自動車の乱暴さを嘆いています。そして、かつての馬車引きも乱暴だったと振り返ります。自然主義作家の岩野芳明をご存知でしょうか。彼は非常に鼻っ柱が強く、天下無敵の自信家でした。ある時、大塚中町で彼の子供が馬車に足を引かれてしまいました。さぞかし芳明は激怒して、馬方に食ってかかっただろうと思いますよね。しかし、相手は気性の荒い馬方です。いくら天下の文豪が威張ってみても、全く話が通じません。結局、手も足も出なかった芳明は、生方に向かってこう口語したそうです。君、世の中で一番強いものは馬方だね。あの自信家の芳明が、すっかり白旗を上げています。なんとも情けない、しかし人間臭い敗北宣言ですね。生方は、現代の貨物自動車の運転手は、まさにこの馬方と同じだと言っています。不器用で、世間の荒波に揉まれる文豪の哀愁が漂ってきますね。
さて、ここまで自動車に怯え、怒る作家たちを見てきました。しかし中には、新しいテクノロジーを存分に楽しんでいた作家もいます。菊池寛です。彼は当時、流行作家として稼ぎに稼いでいました。彼のエッセイのタイトルは、ズバリ、タクシーの乗客としてです。常連客ですね。彼は歩くのは大の苦手でした。家が不便な場所にあるという理由をつけて、夜外出するときは必ずタクシーに乗っていたそうです。私の収入が増えて、タクシーに乗ることが贅沢ではなくなった。なんとも景気のいい話です。彼は東京にある様々なタクシー会社の車を乗り比べ、料金や乗り心地を細かく分析しています。すっかりタクシー通ですね。そんな彼のエピソードの中に、ある意外な人物が登場します。島田誠二郎です。過去の動画でもご紹介した、天上天下唯我独尊、破滅型の天才作家ですね。菊池寛は、呼び止めでタクシーに乗ることが多かったそうです。ある時、島田誠二郎と一緒に歩いていた菊池寛は、疾走してくるタクシーをとっさに鮮やかに呼び止めました。その手際の良さたるや、見事なものだったのでしょう。何事につけても文句をつけていた、島田誠二郎が、なんと、素直に感心してしまったというのです。想像してみてください。新しいテクノロジーであるタクシーを、涼しい顔で乗りこなす菊池寛。その隣で、おおすごいなと、目を丸くしている島田誠二郎。なんだかとても微笑ましい光景ですね。恐怖におものく作家たちをよそに、時代の最先端をドヤ顔で楽しむ菊池寛。彼の抜け目のなさ、そしてたくましさがよく現れていますね。いかがでしたでしょうか。大正13年、中央公論の前縁に刻まれた文豪たちの自動車横行への反応。彼らの悲観的な予想は、現代から見れば、ことごとく外れました。歩行者が罰金を取られるディストピアも来ませんでしたし、電話が普及しても交通渋滞はなくなっていません。でも、それでいいのです。未知のテクノロジーに直面して、怯え、妄想を膨らませる。極論に走り、怒りを爆発させ、不器用に負けを認める。あるいは、ちょっと使いこなせるようになって、ドヤ顔をする。彼らの態度は、どれも非常に人間臭いものです。教科書に載っている、偉大な芸術家としての神格化されたイメージ。それを、心地よく裏切ってくれますよね。彼らもまた、時代に振り回される一人の生活者だったのです。お堅い総合雑誌の路地裏である前縁だからこそ、こうした泥臭く滑稽で愛すべき姿が記録されていたのですね。実は、この大正13年の前縁の特集には、今回ご紹介しきれなかった文豪たちの奇妙なエピソードがまだまだ眠っています。例えば、自動車王ヘンリー・フォードの生産規模に圧倒されるあまり、なぜか過去に企てた養豚事業の妄想に取りつかれ、日本中が自分の育てた豚で埋め尽くされ、人々が皆満腹のために苦しむのではないか、と斜め上の恐怖に震えた宇野浩二。あるいは、現代でいうキャンピングカーのような、車中泊生活のロマンを無邪気に語る久米正夫など、個性豊かな面々が控えています。
彼らが未知のテクノロジーに対して抱いた戸惑いや妄想は、現代の私たちが AI などの急激な技術革新に対して抱く不安と本質的には同じなのかもしれませんね。いずれ機会があれば、こうした彼らのさらなる妄想や夢に迫る後編も制作してみましょう。今回ご紹介した中で、どの作家の反応に一番共感したか、あるいは後編のエピソードも見てみたいかなど、ぜひ皆さんの率直な感想をコメント欄で教えてください。このチャンネルでは、資料の裏側に隠された人間臭すぎる素顔を紹介しています。実はこんな説もあるといった情報や内容の補足等ありましたら、些細なことでもコメントにてお知らせください。また、この動画が少しでもいいと思いましたら、チャンネル登録と高評価をいただけますと幸いです。